今回は太平洋戦争でアメリカの海兵隊が経験した中でも最も過酷だったと言われるペリリューの戦いについて皆さんと一緒に掘り下げていきたいと思います。わずか数日で終わるはずだった作戦がなぜ2ヶ月半以上も続く地獄の戦場となったのか。兵士たちが直面した日本軍の恐るべき新戦術とは何だったのか。そしてこれほど過酷で後の戦術にも影響を与えた重要な戦いがなぜ長く忘れられた戦いと呼ばれてきたんでしょうか。その真相をですね、アメリカ軍の視点から紐解いていきたいと思います。もし今回の内容が参考になったと感じていただけましたら高評価を、また最新の動画をお見逃しないようチャンネル登録もお願いします。さて、1944年太平洋戦争は大きな転換点を迎えていました。アメリカ軍が太平洋を西へ西へと進んで、次の大きな目標がフィリピンの奪還でした。フィリピン。ペリリュー島攻略というのはそのフィリピン侵攻作戦の一部として計画されたものだったんです。ということは主目的はあくまでフィリピン攻略で、ペリリューはサイドストーリーというか万が一のリスクを潰すための作戦だったと。まさにその通りです。ただその万が一の評価をめぐって軍の内部で相当な意見の対立があったんですよね。ありました。フィリピン侵攻作戦の総司令官であるマッカーサー将軍の部隊、その側面、つまり右翼をガラ空きにしないための作戦でした。すぐ近くのパラオ諸島にはまだ日本軍の基地が残っていて、そこからの攻撃を事前に排除する必要があるとそういう考えだったんですね。なるほど、保険をかけておこうということですね。しかし海軍の猛将として知られたハルゼー提督はこの保険に強硬に反対します。反対ですか。はい。パラオの日本軍にもはやフィリピンを脅かす航空戦力も燃料も残っていない、無視すべきだと、彼は多大な犠牲を払う価値はないとこの時点で見抜いていたわけです。そして実際に彼の見立ては正しかったわけですよね。はい、完全に正しかったと言えます。戦後の日本側の資料を見ても、当時ペリリューの基地には動ける海軍戦闘機がわずか4機から8機程度しかなかったことが分かっています。4機から8機では全く脅威にならないですね。なりえません。それでも作戦は決行された。一体何なんでしょうか。最終的には太平洋艦隊司令長官のニミッツ提督が、侵攻計画はすでに動き出している、何百隻もの艦船と何万人もの兵士がこの作戦のために動いているんだ、今さら止められないと。これはもう一度動き出した巨大な組織の勢いが止まらなかったということなんでしょうか。その官僚的な惰性が後の悲劇の引き金になった側面はこれはもう否定できません。そしてその決定を後押ししたのが司令部の強烈なまでの楽観論ですね。はい。上陸部隊である第一海兵師団の司令官ウィリアム・ルーパタス少将が部下に語った言葉が象徴的です。戦闘は3日間、もしかしたら2日で終わるだろうと。短期決戦になると。そうなんです。彼は本気でそう信じていたようです。しかしその楽観論は致命的な2つの見落としの上に成り立っていました。と言いますと、一つはペリリューの地形が持つ恐るべき特異性、そしてもう一つは日本軍の戦術がそれまでとは全く違うものに、冷徹で残忍なものへと進化していたことです。その誤算が地獄の扉を開けてしまうわけですね。1944年9月15日 D-Day。 はい、上陸作戦開始です。上陸する兵士たちは一体どんな光景を目にしたんでしょうか。まさにこの世の終わりといった感じだったようです。上陸前の3日間にわたって戦艦からの大規模な艦砲射撃と空母からの空爆が島を叩き続けました。島全体が燃え盛る炎と黒煙に包まれて、ある兵士は日誌にこう書き残しています。我々は燃え盛る深淵の渦に吸い込まれていくようだと。これだけの準備放火があればもう島には何も残っていないだろうと誰もが思いますよね。信じ込んでいました。しかしその燃え盛る島に足を踏み入れた瞬間、彼らは全く未知の敵に遭遇することになります。これまでの日本軍とは違うと。全く違いました。これまでの戦い、例えばサイパンなどでは日本軍は水際、つまり海岸線で敵を迎え撃って、最後は万歳突撃で玉砕するという戦法が多かったんです。しかしペリリューの守備隊を率いた指揮官の中川大佐は、その戦い方ではアメリカの物量には勝てないと冷静に分析していました。そこで全く新しい戦術を導入した。それが重心防御。重心防御。
海岸線ではあえて無理に戦わず、敵を内陸の奥深く自分たちが万全の準備を整えた陣地に引きずり込む。そしてそこから徹底的に出血を強いて消耗させる。なるほど。目的は勝利ではありません。1日でも1時間でも長く敵を島に釘付けにし、本土への攻撃を遅らせる地帯戦闘でした。いかに敵に多くの血を流させて時間を稼ぐかという極めて冷徹で、プラグマティックな消耗戦へと日本軍の思想は大きく転換した。その通りです。その恐ろしい実験場がペリリューだったということですね。まさに。そしてその重心防御、中核となったのがウルルブロゴル山。島の中心にそびえる石灰岩の隆起地帯。アメリカ兵が後にブラッディノーズリッジ、血染めの花の稜線と呼んで恐れた場所ですね。この地形が戦術を可能にした。まさに。この地形は石灰岩でできていて、太古のサンゴ礁が隆起したものなんですが、非常に硬い一方で自然の洞窟が無数にあったんです。日本軍守備隊は島にもともとあった500以上の天然の洞窟を内部でトンネルを掘ってつなぎ合わせて、一つの巨大な地下要塞ネットワークを築き上げていました。まるで巨大なアリの巣ですね。だからあれだけ大規模な事前砲爆撃もほとんど効果がなかった。地下深くにいたわけですね。その通りです。分厚い岩盤に守られた兵士たちには届かない。しかも洞窟には巧みに偽装された銃眼がいくつも設けられていて、互いに十字砲火を浴びせられるよう計算し尽くされていました。そこに約1万人の守備隊が立てこもっていた。はい。水戸歩兵第2連隊を主力とする精鋭部隊が約100門の火砲と十数両の戦車とともにです。そんな場所に楽観論に満ちたアメリカ軍が。はい。初日だけでアメリカ海兵隊は死者200名以上、負傷者900名以上という想定をはるかに超える損害を出しました。たった1日でですか？はい。1個連隊が戦闘能力の半分を失うほどの事態です。もう異常事態ですよね。はい。それでもなんとか海岸の拠点を確保した兵士たちですが、彼らの目の前には次の目標である飛行場が広がっていました。隠れる場所が全くない平地ですね。ここを横切るのは考えただけでも恐ろしい。生き残った兵士たちが口を揃えて人生で最も恐ろしい瞬間だったと語る場面です。そこは身を隠すものが何一つない。そこを横切ろうとする海兵隊に対して両翼の尾根に潜む日本軍の陣地から砲弾、迫撃砲弾、機関銃弾が文字通り降り注ぎました。仲間が次々に倒れていく中、ただ前に向かって走るしかない、まさに地獄でした。この飛行場を確保するだけでさらに数百人の死傷者を出し、その先にいよいよ本丸であるブラッディノーズリッジがそびえ立っていた。ここからが本当の消耗戦の始まりです。洞窟陣地を一つずつ潰していく戦いですね。しかも戦闘環境が劣悪を極めていました。日中の気温は摂氏46度に達することもあったそうです。46度ですか？はい。そんな猛暑の中、兵士たちの飲み水は洗浄が不十分な石油ドラム缶で運ばれたため、油とサビの悪臭がひどかった。飲めたものじゃないですね。戦闘で傷つく前に熱中症や汚染された水による激しい下痢で倒れる兵士が続出したんです。戦闘以前に環境そのものが兵士を殺しにかかっていたと、そういう状況です。そんな極限状況であのアリの巣のような洞窟陣地を掃討しなければならない。通常の攻撃はもう通用しない？全く通用しません。そこでアメリカ軍は考えうるあらゆる手段を投入します。洞窟の入り口から火炎放射器で数千度の炎を吹き込む、あるいは爆薬で入り口を破壊した後にブルドーザーで土砂を流し込んで中にいる兵士を生き埋めにする。生き埋めに？さらには確保したばかりの飛行場から離陸した F4U コルセア戦闘機が数秒後には目の前の尾根にナパーム弾を投下したといいます。戦争史上最も短い出撃距離だったと言われています。それだけ敵と味方が狭い島の中で至近距離で入り乱れて戦っていたということですね。これほど壮絶な戦いが続けばアメリカ軍の内部でも亀裂が生じますよね。戦闘開始からわずか6日間で
最初に上陸した第1海兵師団の死傷率は 50% を超えました。6日で半分ですか。部隊としてもう機能不全に陥っている。もはや限界でした。誰の目にも交代が必要なのは明らかでしたが、師団長のルーパタス少将は陸軍部隊の投入を拒否し続けたんです。自分の部下たちが次々と死んでいくのを見ながら助けを呼ばなかった。それはなぜなんですか？これはプライドの問題ですね。陸軍の助けを借りるのは海兵隊の敗北を意味するという、歪んだプライドが彼の判断を曇らせたのです。一人の司令官のプライドのために現場の兵士たちの命が。ある兵士はその決定を聞いた時の感情を冒涜と怒り、そして悔やみきれない悔やみという言葉で記録しています。そうでしょうね。最終的にはさらに上級の司令官が介入して強制的に陸軍部隊を投入させましたが、この判断の遅れがさらに数百人の不必要な犠牲者を生んだことは間違いありません。そして後退した陸軍部隊が掃討作戦を引き継いで、上陸から2ヶ月以上が経過した11月24日、日本軍司令部の洞窟が追い詰められます。指揮官の中川大佐は軍旗を燃やした後自決。これで日本軍の組織的抵抗は終結しました。しかしそれでも戦いは完全には終わらなかった。はい。生き残った日本兵の多くは投降せず、洞窟に潜んでゲリラ戦を続けました。最後の日本兵が正式に投降したのは終戦から2年が経過した1947年の4月です。最終的な双方の犠牲者数は改めて見ても凄まじいものがありますね。日本軍守備隊約1万人のほとんどが戦死。一方のアメリカ軍は戦死者1500名以上、負傷者を含めると約9600名に達しました。これは太平洋戦争の上陸作戦の中で参加兵力に対する死傷率が最も高い戦いの一つです。そうなんです。そしてこれだけの血を流して手に入れたこの島は結局戦略的にはほとんど意味がなかった。はい。冒頭のハルゼイ提督の予見通り、確保した飛行場はその後のフィリピン攻略作戦で不可欠な役割を果たすことはありませんでした。無視しても何の問題もなかった可能性が高い。となるとこの戦いの本当の意味というのは戦略的な価値とは別のところにあったということになりますね。まさにそこです。ペリリューはアメリカ軍にとって悪夢の始まりでした。地下要塞で徹底抗戦するという日本軍の新たな戦術が後の硫黄島、そして沖縄戦へと引き継がれていったことです。つまりペリリューは日米両軍にとってこれから始まる本土決戦がどれほど凄惨なものになるかを予感させる恐ろしい前哨戦だったわけですね。まさに。しかしこれほど過酷で後の戦術にも影響を与えた重要な戦いがなぜ長く忘れられた戦いと呼ばれてきたんでしょうか。これはいくつか理由があるんですが、最大の理由はタイミングの悪さですね。この戦いの直後にマッカーサーがフィリピンに帰還するというアメリカ国民にとってはるかにドラマチックなニュースが飛び込んできた。そちらに注目が集まってしまった。さらにヨーロッパ戦線も重大な局面を迎えており、ペリリューのニュースは完全にその陰に隠れてしまった。加えてほとんどの従軍記者がこの島のあまりの過酷さに上陸をためらったため、その実態が本国に詳しく報じられることもなかったんです。公式の記録からも人々の記憶からもこぼれ落ちてしまったわけですね。ペリリューの戦いは軍事的な勝利が必ずしも戦略的な価値とイコールではないという戦争の厳しい現実を突きつけます。この忘れられた戦場の兵士たちの犠牲とそこで起きた戦術の大きな転換点を記憶すること、それが我々がこの悲劇から学ぶべきことなのだと思います。ご視聴いただきありがとうございました。